いらっしゃいませ。101歳。じゃなくても働かなくちゃ食っていけないから。困る。用品がなくなったって何がなくなったって食べるものさえあれば生きていけるっていうこと。はい、いらっしゃいませ。母親に会いたいとかいう人がいっぱい来て、だけど、なんせ100歳だから疲れちゃってすぐ引っ込んじゃったりするんで、一応ここにパネルを作ろうということになってパネルを置きます。19年目、来年で60周年っていう感じで先代が始めて、その前はこれ映画館だっていう映画館の片隅でラーメン屋始めて、で映画がダメになってこれ一本父親が亡くなって自分が帰ってきて、自分はね売れない俳優をやってたんでバイト生活だったんで割と自由にできたんで、すぐ帰ってこれたんですよ。彼の姉ですよ。戻ってきてから40だからで岡山へ嫁に行って、でそれでちょっと合わないんで関西の人とは合わへんねっていう、そういうんじゃないんだけど、いろいろとありまして、はい11時半からですね、麻婆豆腐のひき肉ですね。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。101歳、101歳100はもう通り越えた子供と同じだから1歳通常が OK 今回もあんまり動けなくなっちゃったから、もうね100を超えたらそんなに仕事はおじまったりしちゃいなくても働けなくちゃ食っていけないから働くのは嫌じゃないんだけど、体の方が言うこと聞かないでもう持たないから疲れちゃって動かなくなっちゃうこっちの方がここまで入れると。
5番ね。美味しいんですよね。味噌が甘い。味噌甘い。暑い日はすごい。すごい水飲みたいけど、そこからあっちで汲んで飲んで。ね。こっちだよね。これ。あ、はい、ありがとうございます。から開けて寝ないよ。クーラーをね。はい、もらいます。ありがとうございます。はい、どうもです。本当に元気をもらいます。ありがとうございます。私もね、上辺だけの元気ですわ。そうですね。しょうがないごいてください。看板娘。いや。まあ、お会いできてありがとう。すいません。いただきますね。どうぞ。もう食べないよね。食べないよね。めっちゃうまいです。聞いてる。美味しいね。生。めっちゃうまい。92に昨日なって90歳なんです。両親にも本当に長生きしていただきたいので。はい。じゃあ頑張って。元気。また来ます。私はよく言うのは、100過ぎればもう儲けもんの人生だから、いつ住んでもそれは仕方がない。だから毎日毎日が楽しくって過ごせればそれでいい。その心境にならなきゃダメ。100過ぎなきゃその心境になれない。100年分のは大変よ。あんた1日は食べりきれないよ。私は戦前戦中戦後ですから、戦の良かったことと戦中のいろいろな悲しいことと悔しいことともう耐えられないことといろいろあって、戦後はまた戦後で大変。爆弾を違うところへ落とされて遠くへ飛び込んだことはありますけれどもその時は私がね、終戦の時22歳だったんですよね。着てたんですよ、その当時は。だからこれは着物着てて写真撮ろうよっていうんで、大体こういう人たちがみんな兵隊に行くので写真撮ったりなんかすることがありましたけど、医療品がなくなったって何がなくなったって食べるものさえあれば生きていけるっていうこと食べるものがなくなっちゃったもんですものただその日に食べるものがあれば生きていけるんですよ、だから私は物を無駄には絶対しない最初の一粒も食べられない人がいるんだから、最後の一粒まで残さずに食べましょう。だからご飯は絶対に、それから私もだいぶご飯を無駄にしてたっていうんじゃないけど、最後の一粒ぐらい洗っちゃって流しちゃうけど、これはいけないなって最後の一粒まできれいに食べるようにしてます
いってらっしゃい。ホテル民泊運営は当チャンネルにご相談を。開業から運営までトータルサポートいたします。当チャンネルを通して宿泊施設を PR し、視聴者に認知させ強い集客力を実現。月間約500万人に宿泊施設の宣伝ができる。これまで撮影した約600店舗と協業しツアーを展開する独自の集客マーケティング方法。気になる方はコメント欄トップの URL へ。